どうも、窓の結露が鬱陶しいババアです。ババアが鬱陶しいハク様です。今日はなんか湿度が高いね。巻き棚の薪から変なキノコが生えてましたよ。食べちゃダメだよ。ちょっと葛藤中。本当に食べそうで怖いわ。苔むした石ともやもやの下流。うわ、木が折れてる。この山は鹿の住処で、幼木はすべて食べられて老木しか生えてない。地盤が弱くなってるかもね。ちょっと怖いな。綺麗なトンボ。この月桂樹はなんで丸坊主になったんだろう。鹿の食害？月桂樹は食べないはずなんだけどな。ドルフィンも枯れてきたね。一度も実をつけないまま今年も終わりそう。どうすれば実るんだろうね、ヨシヒコ。釣れないヨシヒコ。ババアは今日も買い物へ。卵をゲットできてよかったね。かぼちゃも安い。ここは楽園ですか？ Hentai Kitadi Oi. はあ、はあ。Kisho Sugiri Kusa。Suho Libelu Yadi. まずは真ん中に顔をうずめて、Yadakimoshwa Louis Sozo Shesalua. チョロコさんのお腹をスーハーしてと、Choto Mewo Tolamasi. あれ、天使が舞い降りた。Hasoga Kishoyua. いやー、かわいい。Daudimo A Kido Chulu Yokoseya. ねえ、撫でていい？チューもしていい？ Chuekai De Chulu Sanbona. Metro Mamawa Kosho Jozuyawa。Hui Sugatakla Gi Shetalo Kana. ミーチョさんの言いなりになってしまうのはなぜだろう。Oi Yochino Shilo Kateni Satsue Sanaya。発作がどんどん大きくなる。1年って早いよね。この間発作パニックが終わったと思ったら。無人販売で売れないかな。ここ誰も人がいないから売れなさそう。さて本日はなんか平べったいパンを作るよ。ババアの平べったいパン率高いよね。オーブンで焼くのも好きだけど、フライパンで焼くのも楽しい。今回は誰のパクリ？オマージュと呼んでいただけませんかね。いいように言ってんな、おい。今回は一つの動画じゃなくて複数の動画の整形をまとめてパクります。ああ、パクリって言っちゃってんな。ちょっと変わった整形方法なのでとくとご覧あれ。毎回変わりすぎてて普通の整形の方が珍しいよ。大きい生地と小さい生地を丸めます。今回の生地は米ぬか 20%、加水率 65%。分量の詳細は概要欄を見てね。このチャンネルでは週末のみ、ここ川沿いリバーサイド、略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖尿病発覚当時、血糖値が300超えだったババアが主食を米ぬか入りのパンに置き換えることで、今はインスリンも経口薬も一切なし、ほぼ寛解レベルで血糖値を維持しています。この動画が血糖値をコントロールされている方のご参考になれば幸いです。いいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問などいっぱい書いてね。海外の方はよくパセリとかほうれん草を使います。小松菜だね。小松菜98円。安くて買うのをやめられない。そんな小松菜をザックザクのみじん切り。ベーコン来た。ひき肉と悩んだけど178円の勝利。安いのよく見つけるよね。最近はゴーヤチャンプルもベーコンで作ってる。そしてとろけるチーズ。つまり今日のパンは小松菜ベーコンとチーズ入りのパン。巨大な平パンをフライパンで2枚焼きます。巨大とかデカ盛りとかいう言葉好きだよね。胃袋中二男子の磯路親父がいますからね。おはよう生地。まずは大きな生地を平たく伸ばしていく。そうだった。今回は大小サイズの違う生地だったな。これが土台となります。土台？そ
そうしたら小さい生地を6枚伸ばしていく。サイズを変える必要あるのかな。大事な役割があるんですよ、白まんじゅうさん。白まんじゅう言うな。そうそう、通販でパンマットをポチりました。もうこのパンマットボロボロだもんね。しかも私じゃなくて旦那氏が。パンマットにまで目が利くおっさん。そろそろ買い替え時かなーってつぶやいてたら商品が届くんですよね。何その引き寄せの法則みたいなシステム。さあ土台の生地に油を塗りましょう。今回もカロリーマシマシパン。まずは小さい生地を1枚。大きい生地の上に重ねた。追いカロリー。容赦ねえな。小松菜ベーコンチーズをのせましょう。また生地を重ねた。これを6枚の小さい生地がなくなるまで繰り返します。油と小松菜ベーコンチーズの層ができてる。小松菜の水分もうちょっと絞っておけばよかったかな。皆さんは塩もみしてくださいね。重ね終わったら最後の仕上げ。生地をカットするの？層を包んでいきましょなるほど、ちょっと変わってる。う。そうしたらこの生地をフライパンサイズに伸ばします。そういえばこういうリール動画よく流れてくるね。海外の皆さんのパンの成形方法を見るの楽しいんですよね。今回は小松菜ベーコンとチーズだったけどアレンジ自在ですよね。さつまいもとつぶあんでも美味しそう。熊本の名物いきなり団子風で美味しそうですね。さあ焼いちゃうよ。フライパンにギッチギチで草。焼いてる間にもう一個作らないと。目を離して大丈夫？焦がさないでよ。新しいパンマットは今より少し小さめにしました。どうせシンク横でしか作業してないしね。テーブルいっぱいに広げるときは今のマットを使おうかな。今半分に折りたたんで使ってるもんね。2回目ともなれば慣れたもんです。そろそろひっくり返さないと。ギリセーフ。ほぼアウトだな。ちょっと目を離すとすぐに焦げるよね。だから言ったのに。2つ目の巨大パンの成形も完了しました。これ一つで食パン1斤分か。ちょっと茹で焼きにしようかな。餃子みたいになってきた。さあ一丁上がり。ちょっと美味しそう。2つ目も焼くよ。今度は焦がさないでね。焦がすとかババアは誰だと思ってるんですか？高確率で焼き物を焦がすババアだと思ってるね。そして茹で焼き。今度は成功コースかな。水分が飛んだら表面がこんがりするまで焼きます。はい、完璧。さっきの失敗をなかったことにしようとしている。カッティングタイム。ふわふわで美味しそう。最初に焼いたやつは粗熱が取れてて切りやすい。2枚目のやつババア切れるの？ちゃんと層ができていて大成功ですね。焦げ以外はね。
熱い塊きた。生地に触れないようにカットしてる。旦那氏を呼ぼうかと思ったけど高校野球に夢中だったから。沖縄尚学優勝おめでとう。いい試合だったね。9回裏だけ食べながら見てたけどババア泣いちゃった。最後しか見てなくて草。赤ピーマンの酢漬け置いときますね。映えアイテム来た。サラダやらスイーツやらも準備。冷凍ブルーベリーをヨーグルトにぶち込んだやつ。そして定番のボンボンホイップ。よし、今からカレーを作ろう。今から？もう食べる時間だよ。大丈夫、1分で作る。編集上で1分ね。カレーといってもルー代わりにスクランブルエッグを使います。ババア特製究極の手抜きカレー。合法パウダーにマヨネーズ。これでほぼ8割完成したも同然らしいよ。仕上げに入ります。さっきのフライパン洗ってないだろ。パン焼いただけだし平気平気。時々パンの焦げかすが浮いてるんだよな。ああ、パンの思い出のことですね。綺麗な感じに言うよね。半熟で焼き上げるのがコツです。半熟卵のとろみでルー感を出そうとしてる。あとはチーズの残りとケチャップとカレー粉をまぶすだけ。なぜかわからないんだけどこれが美味しいんだよね。ご飯の上にこれを乗せるとカレー気分満載ですよ。完成しました。巨大な小松菜パンと手抜きすぎるカレー。なんだ今日の料理。それではいただきましょう。ババア乾杯の手順忘れてるじゃん。いつもやってることなのになんで忘れるのか。ああ、とうとう来ちゃったのかな。ババア朝ごはん食べたっけ。怖いからマジでやめて。わけのわからないランチになったけどセンターの赤ピーマンが映えてる。なんで赤ピーマンの酢漬け作ったの？プチトマトが打ってなかったから赤い添え物不足で。おっさんが酒のつまみに食いつくしそう。さあ食べてみようかしら。なんかお好み焼きに見えてきた。うまー、めっちゃうま。何これ。ババアが興奮している。カレーを乗せてみようかな。完成形きたこれ。うまー、めっちゃうま。何これ。語彙力ないんだよな。これはぜひ皆様にも作ってもらいたい。この卵カレーはマジでおすすめ。スイーツも食べちゃおう。冷凍ブルーベリーヨーグルトは手軽でいいね。旦那氏にレーズン頼んだらこれ買ってきた。微妙に違うけど結果オーライ。小松菜パンと卵カレー美味しかった。また見てね。バイバイ。